はい。皆さん、こんにちは。今日は先日からいろいろ実験をしていました T シャツプリント、大体洗濯とかもやりまして、とても実験的に結果がまとまってきましたので、今日はそんなお話をしたいと思います。では、早速やっていきます。まず、ここにですね、出してあるプリントですけれども、これはこうやってですね、くしゃくしゃっとこうしてわかるように、あまりゴワゴワして貼り付いたという感じではないんですね。これはインクの一粒一粒とこの生地にくっつくときにパウダーのような接着剤を使いまして、プリントした特別なフィルムに接着剤になるような粉をまぶせてですね、インクとくっついてそれを転写しています。ですから、例えばこの柄でも白いところには全くインクが載っていません。例えばこの AI という文字もそうです。ですからこれは布の風合いそのままということになるわけです。ですから全体的に貼り付いたという感じより一粒一粒が T シャツについているというようなイメージです。全然硬くないということはありません。硬くないというプリント方法もあります。それはこの生地がほとんどがポリエステルでできていて、消化型プリントというのをすれば全くゴワゴワ感がない T シャツというのが作れます。一般家庭のプリンターでできるものはありません。特殊な消化型プリンターというのを使わないとその方式はできません。でもこれはですね、家庭用のプリンターで顔料プリンターというものがあれば、この方式は真似ができなくはありません。皆さんの方でそういうものを探してやられるのもいいんですが、僕はこの T シャツ作りを今年も力を入れてやる中で、このプリントのことをサムネイルにも書いてありましたように、僕の会社の中ではP プリと呼びます。P はパウダーの P です。P プリンといえば、このパウダーをつけたプリントをやることで、あまり風合いを損なわないプリントが綿の T シャツにでもできるということです。もちろんポリエステルにでもできます。そして洗濯堅牢度が4から5級ありますので、4から5級というのは何十回か洗濯をしてもほぼ落ちない、そんなような堅牢性があります。ただ一つ欠点というのは、あまり濃い T シャツ、黒であったり真っ赤っかであったり、そういう T シャツにはこのプリントは不向きです。例えばここの AI というのがですね、濃い黄色の T シャツであれば AI が黄色になってしまいます。一番うまく色が出るのは白っぽい T シャツです。でも薄いグレーとか薄い黄色とかそういったものであればですね、そんなにおかしくなくプリントできるというのがこの P プリントです。フルカラーというのは割り切ってですね、除外してですね、ここにありますようなキラキラしたシートでこれをカッティングしてプリントする。基本は一色刷りですけれども、掛け合わせて作ることはできます。白と赤とかいう風に合わせてですね、カッティングさえやれば、これらは重ねてプリントすることもできますので、こういう風なカッティングプリント、これでやるのも今年の面白いやり方としていろいろ考えています。一色刷りということであればこういう風にできるんですけれども、これはまたこのキラキラのものとは違うやり方でやっています。フロッキーと言いまして、これはですね、モコモコしてるんです。もっと近くでお見せします。こんな風にすごくモコモコしてですね、手触りがとっても変わった形になるこの T シャツもですね、今年はいっぱい作りたいなというふうに思っています。このようにですね、今年は何せあまり世間でやっていないこの P プリというのに力を入れたいと思うんですけれども、僕のサイトでは普通なら T シャツで収めるのが普通の T シャツ屋さんですけれども、これって家庭用のアイロンででも
とっても綺麗にプリントができるわけです。ですから T シャツは自分が好きな品質もあるでしょうし、厚みとか、そして生地とかいうのがあると思いますので、ただ一つだけはあまり濃い色はダメですよ。できたら白っぽい色にしてください。ということだけでですね、皆さんが島村で買おうがですね、高級ブランドで買おうがですね、その T シャツにですね、誰がやってもそんなに難しくなく、アイロンの中温、これぐらいでですね、プレスしたらできますので、この T シャツで皆さんに納品させていただくんではなくって、フィルムの状態でですね、皆さんがそれを転写できる状態でお送りして、自分でアイロン転写をしてもらうと。それででも品質が落ちたりしませんので、一緒につけるマニュアルを見てですね、T シャツを作ってくれたら、一番コストが安くできるということです。気をつけることは、位置をずれたりしないように、それは重要なことですけれども、そこさえ気をつけてやっていただければ、とっても安い金額でできるということです。金額におきましては、概要欄からのサイトとかに詳しく書いておきますので、ぜひともですね、自分で T シャツを作ってみる。これに挑戦してみてはいかがでしょうか。今年の夏は自分でプリント。これを合言葉にやっていただいたらどうかなと思います。もちろん風合いは関係ないからということで、このシート上にくっつくようなアイロンプリント、これもですね、フィルムの状態で納品させていただくこともできます。ただし、これはですね、自分のお家のプリンターでもできることですので、自分でやっていただくのもいいんじゃないか。そして、ここで8つの実験をしましたが、ここでですね、悪い評価が出たメーカーさんには気の毒ですけれども、ここに日本では有名なですね、エレコムというような、とっても大手のこういうプリント用紙とかを販売しているエレコムさんがありますが、こうやって8つの実験をしましたが、エレコムさんのが一番悪いでした。これ忖度なしに発表させていただいています。選択を3回したもんなんですけれども、エレコムさんは見えるでしょうか？このように剥がれてくるんです。ちょっと指を入れましょう。見えますか？こうやって剥がれるんです。ちょっと力を入れます。どうなるか。はい、破れてしまいましたね。そして、しっかりくっついていません。いくらでも剥がれます。これがエレコムさんの実験結果です。それに比べて今後うちで力を入れてやろうと思っているのはピンキーさんと書いてますように Amazon とかで売っていますこのアイロンプリントシートがあるんですね。いろいろやった中でピンキーさんのが一番いいです。一番いいのは何かというと、まずは伸縮性があるということですね。例えば引っ張ります。はい、伸びますね。そしてですね、とっても薄い感じがするんです。ですから、このゴワゴワ感が8個あるうちの中でも一番自然で柔らかいです。でも、先ほどのピープリからしたらゴワゴワしていますよ。こうやってベタっとシート上に貼り付くからです。でも、その中でもとっても柔らかいです。他のメーカーさんに比べてですね、もうゴワゴワ感が全然違います。ですから、うちの方ではこんな風にですね、ちゃんと実験を忖度なしにやった中でいいものとしましては、生地の素材に全く関係なくですね、色合いだけが縛りがありますけれども、このピープリン、これがですね、とってもいいですので、皆さんの方でもですね、ご注文いただいたら、自分でプリントできる状態でもお返しします。もちろん、こっちでやってくれないのか、それはできると思います。でも、
T シャツを仕入れる時のサイズとか、そういったものも皆さんに一回着ていただくとか、いつも慣れてもらった大きさがわかるとかいうのではないですので、ご自分でアイロンプリントをしていただくというのが一番いいのではないかなと僕は思っています。では、そんなことで今日はですね、いろいろ実験してきました結果と、そして今年の春から夏に向けてはですね、このプリントを力入れてやっていくというお話。また皆さんの中でちょっと自分で試してみたいと思う方はですね、約10センチ四方ぐらいのサンプルというのも準備していますので、もしよかったらそのサンプルをお申し込みください。郵送でお送りしますので連絡をください。YouTube のコメント欄などにはご住所とかを書かないようにしてくださいね。LINE を通じてでもしてください。そうでないとですね、僕の方は守秘義務というのをちゃんと守らせていただきますが、一般のところにですね、情報が出てしまったら個人情報というのも問題がありますので、コメント欄などにはご住所などはくれぐれも書かないようにお願いします。手頃な値段でオリジナルの T シャツができる。これをですね、ぜひともやってみましょう。では、今日も聞いていただきありがとうございました。まったねー。